皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、APB という解き方についてご紹介しようと思います。どういう解き方かというと、の前にルービックキューブを早く揃える上で、手数は多いんだけど指が早いという20秒と、手数が少なくって指は遅い20秒。結果一緒ですよね。だったら、手数が少なくって指が早く動かせる解法があったら、それって一番最速なんじゃないのというような解法が、この APB という解法らしいんですね。ざっくりなんですが、どういう解き方かというと、ここのブロックを作ってあげて、十字を入れる。で、あとはこことここを処理するっていう、ペトリウスというような解き方と似たような感じなんですが、それと違う点っていうのが EO の処理とかをしたり、っていうことがあったりするのと、クロスっていうのにはこだわらないので、手数が全体的に少なくなるというような感じの解き方なんですって。で、ざっくりなんですが、GBLL というのを使った場合、OLL をドンって出した後に470何歩ぐらいの手順を使った場合に、ざっくり40手から45手ぐらいで平均揃うよというような感じの揃え方で、まず手数が少ない。そして動かすのが、今からやりますけど、この R とか U とかの動きしかやらずに、かつローテーションがないんですよ。ローテーションがないので、高速で回せるよというような感じの解法になってるみたいです。じゃあちょっとざっくりやっていきましょうか。とりあえず、クロスを入れるときに、これがここにいるから、この子をクロスを入れると同時に、ここに F2L ができたので、これ、クロスがないので、もうこのままドーンでいいんですよね。これでできちゃうと。で、運良かったですね。ここ、また F2L ブロックができてるので、ドーンでぶち込んでいくと。はい、おしまい。こんな感じなんですよ。なので、ここはもう自由に組んでくださって大丈夫です。まず一番最初に大事なのは、これを作るということですね。これを作ってあげた後に、こことここを入れていくみたいな感じでやっていくといいんですが、2×2 のブロックというか、ここのブロックは自由にこう M とか使って組んでいくことができるよというような感じですね。で、こことここを入れていくんですが、これもすごく簡単で、先に青をここでくっつけちゃうんですよね。ここでくっつけて、黄色とくっつければいいんですが、これちょっと同時にできちゃうんで、先に緑で説明しましょう。緑をこのラインでくっつけました。こうやってくっつけたんですよ。くっつけてあげた後は、これでおしまいです。これで L 字の形ができているので終了と。で、今、ちょうどくっつけた青どうなってんのっていうとこういう感じなんですけど、青、くっつけましたね。くっつけたんだったら、黄色とくっつけてあげればおしまいと。こんな感じ。これで終了という感じになります。これでこの大きいブロックができたよと。ここは手順とかっていうのではなく、今みたいにここをくっつけて黄色とコンタクトするみたいな感じでやっていくとめちゃめちゃ簡単なので、こんな感じで作っていくことができますと。ここまでの手順が、今のめちゃめちゃ運良かったんでね、運良かったんでめっちゃ早かったんですけど、見ての通りものすごい手順が少ないんですよね。で、ここです。ここ。今、こことここにブロックがあるんですけど、はい。おしまいなんですよね。R プライムで終了です。ペアができましたと。で、今回の場合だと、どうしても向こうに持ち替えをしないといけないような感じでできてしまったんですが、こういう入れ方でいいよと。これで入るよというような感じですね。クロスっていうもの、今のはクロスがあっても大丈夫な入れ方だったんですけど、クロスっていうのに制限を受けてないので、自由に突っ込んでいくことができるよと。で、ここの辺は自由に組んでいけばいいよっていう感じなんですけど、この辺だけちょっと手順があるんですね。で、ここ、まず一番奥のスロットっていうのはパターンが2つしかないです。1つ目が横を向いてるパターンです。コーナーの色が横を向いてるパターンっていうのは、先ほどみたいにここでくっつけるか、ここでくっつけるかという、2手順というか、横を向いてるパターン1手順ですね。なので、逃がしておいて、この子を、正しい向きの方に、どっちかですね。ここか、ここに持ってきて、今回の場合で言うと、こっちかな。こっちですね。こんな感じ。こうやってくっつけておしまい。で、さっきみたいに、この向きが反転してた場合っていうのは、向こう側でくっつけておしまいみたいな感じになるんですね。なので、横を向いていた場合っていうのは、ここに落っことしてやって、これを動かしてあげて、くっつけると。で、
先ほどと違って EO の向き合ってるんで、ドーンで終了ですね。はい。これだけで OK。で、上を向いてるパターンがですね、これですね。このパターンっていうのは、例えば、くっついていても同じことです。一回切ってあげたことによって、このエッジっていうのをどっちかに倒すことによって、ここでくっつきを作ることができるよと。例えば、こっちで倒して、こうやってくっつきを作って、ドンするのもいいですし、あとはこの向きによっては、向こう側に倒してくっつけるということもできるよというような感じですね。今回で言うと、こっち側に倒してくっつけるというような感じですね。上を向いてるパターンか、コーナーが横を向いてるパターンというので、コーナーが横を向いてたら、ここでくっつけて入れればいいよと。コーナーが上を向いてた場合っていうのは、こことここでどっちかでくっつきをつけて入れてあげればいいよという感じでございます。こんな感じ。2パターンしかないよということですね。で、これちょっとクロスが入ってるのとか置いといて、ここで EO の処理とかをしてあげればいいんですが、特定の形に持っていくことができれば EO の場所っていうのを正しく整えることができるんですが、今回違う、これ EO どれが違うかどうかっていうのは、もしよかったら GG メソッドという動画を見てみてください。例えばなんですが、こういう風に EO が違うよと。これちょっとパターン、4パターンしかないので紹介をしておきます。こういう状態の時、4個違うよという時には、こことこことこことここに持ってきておくことによって、S を回して、で、U' をして、S で元に戻してあげるという風にすると、EO が全部揃うんですね。今もう揃ってる状態なんですよ。EO っていうのがわからない方は大丈夫です。とりあえず、これとかを持ち替えをせずに揃えていくことができるよっていう風に整えただけっていうことなんですけど、今みたいにやると揃えていくことができるよという感じですね。ちょっと先にもうこの完成形の方を作っていこうと思うので、EO のやつは4パターン、今の例も含めて、もう一回後で紹介をしますね。で、じゃあこいつを入れなきゃいけないじゃねえという話なんですよね。で、これを入れなきゃいけないっていうのは、同時に入れても大丈夫なんです。どういうことかと言いますと、GG メソッドで以前お話ししたこともあったと思うんですが、例えばですよ、これちなみに今 EO を揃えてないので、それはいいや、置いといていいです。十字は出てこないです。揃えても出てこないんですが、例えば、こことこことここですよね。揃えたいブロックというか、っていうのがあった場合、GG やってるとですね、このブロックにちょっと過剰に反応しちゃうんですよね。こうやってやるとこれできるじゃん、みたいな。という風になるので、今、ここが揃っていて、こことこことここにいる場合っていうのは、これをいちいちセットしてあげた後に、最後の F2L を処理するっていうことをやらずに、これをこのまま向こうでくっつけてあげればいいんですよね。こんな感じ。で、ぶち込むと同時に、ここに浮いてきてるやつを一緒にしまってあげれば、一緒に入れれるよね、というような、こういう揃え方とかもできるんですが、ビギナーメソッド的には、これをまず入れてから最後にこいつを処理するよというような感じで、これの入れ方が2パターンだけあるんですね。で、今回のように、ここに入れたいコーナーが上向いてるよっていうパターンの時っていうのは、特定の動かし方、R' やって、U' やって、で、R。もう要は、ここで合体が、さっきのここと同じような感じで合体できてるので、これをこのままこっちに、R かな ?R で倒してあげて、ここに浮いてきてしまってる F2L をしまってあげると。こんな感じ。こういう風にすると EO の位置とかも崩さずにできるので、あとは F2L を入れてあげるだけというような感じで、ずっと持ち返せずにできるよ、みたいな感じの揃え方になるわけですね。で、今私はこれ、普通に OLL やって、みたいな感じで解いたんですけど、本来一番手数を少なくするという方法でいくのであれば、今の OLL のところを GBLL で解いていくという風にすると、平均40手ぐらいで解けるよというような解法になっているみたいです。では、ちょっとおまけで、ここ、EO の反転のさせ方ですね。これ4パターンだけなので、EO の反転のさせ方と、あとはここ、今上向いてるパターンで入れたんですが、ここについてたパターンですね。その入れ方の紹介をしようと思います。よかったらご覧ください。例えば、この状態で、ここ揃ってて、クロスとかはまだ揃ってないよ、F2L の最後も揃ってないよというような状態で、EO 違うのってこれとこれなんですよね。これとこれです。
こことか、こことか、こことか、ここ見ても EO っていうのは合ってるんです。ナチュラルムーブっていう動かし方で、揃えられるかどうかっていうのが EO の、判断基準ではないんですけど、例えば、これっていうのは R とか U とか D とか、L は使わないんですけど、L とかの動きで、正しい座標に正しい向きで入るかなっていうと、入るんですよね。なので、こいつは EO 合ってるっていう感じになるんです。で、同じように、この子とかも R とか U とかの動きで入るよねと。つまり、これとこれは合ってんだけど、これって F 使わないと入んないんですよね。F を使ってこうやってやんないといけない。つまり F とか B とか使うっていう、この2つが間違ってるよという感じでございます。という感じで EO の位置が違うやつっていうのは、こことここに置いといてこういう動きをすれば直せるよという手順を紹介しますので、よかったらご覧ください。今回は2個 L 字で違うよという感じですね。これは、ここに置いといて、ワイドですね。ワイドの F' で U を回して、ワイドの F で戻すという風にすると EO が全部揃います。こんな感じ。お次は、これとこれが EO の向きが違うよという場合の動かし方です。こことここ、こことここにセットしておいて、先ほどと同じような感じですね。F で U' をして、F で戻す。という風にすると EO の位置が全部合いますよと。これなんかひっくり返せばいいし、これもそうですね。こうやってやって、ちゃんと R とか U とかで全部揃うよというような感じです。で、お次に、今度は、こことこことかが、別にどうでもいいんですけど、こことここが違うよみたいな感じの揃え方ですね。この場合は、これと、ここに、この違うよっていう子を持ってきます。こことここに持ってきてあげて、F'、そして U' をして F という風にやってあげると EO の向きが全部揃うよという感じですね。で、最後に4つ違うよという場合ですね。EO っていうのは基本的にこの場合2個か4個なので、4個違うよっていうのはこのパターンになってくるんですが、これと、これと、これと、これが違うというパターン。この時には、どういうところにあってもいいので、この場所に持ってきておいてあげてください。違うという場所に持ってきて、S、U'、S という風にしてやってあげると、EO の位置が全部揃うよという感じでございます。で、お次に EO の位置を全部こういう風に揃えた後に、先ほどのこれですね。これのパターンっていうのが、横を向いてんのか、上を向いてんのか、みたいな感じの2パターンしか出てこないようです。私も回し込んでないので、本当にそうなのかなっていうのがあるんですが、こんな感じ。で、上にひっくり返って出てきてるのか、でも EO が合ってるのでどっちかですよね。例えばこれもこうやって上にできるんですよ。こういうパターンにもできるし、これにもできるし、EO の向きは変わってないですし。なので、いちいち、このパターンは知らないから、ここに持ってってから回すとかっていうことをやらなくてもいいので、この2パターンを覚えておくと、スムーズにこの子をここに突っ込むということができると思いますので、ぜひやってみてください。フロントのところにいた場合ですね、R'、この状態ですね。R' をしてあげて、U' をして、R' をして、U をして、R。こんな感じ。お次に、このパターンですね。先ほどやったパターンです。ここにあるときというのは、R' をして、U'。で、R をして、U。R。という風にやると、ここに入れることができるよという感じですね。あとは揃えていけいいよという感じなんですけれども、いかがだったでしょうか。これ、ちょっとね、面白いなと思いまして、どこが面白いかっていうと、やっぱここの自由度が高いっていうところで、それはルーメソッドの解き方が全く一緒なので、ここの一番最初の F2L のところとかっていうのをクロスっていう制限がない分、ドカーンって突っ込んでいって、ここのブロック作れるよっていうことが、私はルーメソッドの動画とかを見ていて、あまり面白そうに思わなかったんですよね。で、かつルーメソッドっていうのは、その新しいメソッド、要はそこの、ここですね。その新しいメソッドっていうのを覚えないといけないっていうところがあって、どうしても触手が動かなかったんですが、今回の APB という解法は、ここを作っていった後も CFOP みたいに解いていくこともできるし、あとはルーメソッドのここの知識も使えて、かつ、ここですよね。
ここの一番最後の3つを突っ込むところも GG メソッドの動かし方みたいなんで、一緒にこれとこれを突っ込んでいくことができるよ、みたいなこともできるので、ある意味なんですけど、もうなんか全ての知識を動員した超ハイブリッド型みたいな、なんかそういう感じの解放に私は感じたんですね。まあ、このクロスを作らなければならないというような制限から解放された解き方になりますので、まあやっぱりこういうね、頻繁なローテーションとか、あとはペアを見つけにくいとかっていうことも、今見てくださってた通り、そんなになかったと思うんですよね。じゃあちょっとせっかくなんで、同じように、じゃあ今度青手前とかで揃えてみますか。ちょっと 2×2 のブロックとかを作るのはめっちゃ下手くそなんで、多分ほぼカットしてると思います。で、赤緑のペアがここにいるので、上に上がってくるときに緑が上で来るんですよね。っていうことは、こう待ってればいいってことですね。ナイスー。で、これを、ここにぶち込んであげればいいと。ここですね。で、あとは、ここ青赤だよね。この子。これは別に普通に組んじゃっていいと思うんですけど、今の自由に組めるよっていう組み方でいくのであれば、こうしてあげた方が面白いのかな。こんな感じ。で、あとは入れていけばブロックできるよと。案外うめえじゃあねえか。あとは、もう今これ偶然ね、ここ揃っちゃってるんで、あとは青だけ揃えていけばいいんですが、まず青でコンタクトをさせてあげるんですね。こういうことです。で、ここでくっつけてあげたので、あとは黄色とくっつければいいよと。黄色とくっつける。おしまい。簡単じゃあねえか。あとはここね。今で言うと、緑。この子。じゃあ、この子が、はい。今回上向いてるパターンでした。上向いてるパターンだったので、この場合は向こうかな。できるじゃあねえか。こんな感じ。で、このままぶち込んでいくと。で、あとは、じゃあ、初心者メソッドなんで、ここじゃないわ。先に EO を揃えないといけないのか。EO を揃えていきますか。今回は、どれが違うかい？これが違うな。で、あとは、これとこれが違うな。だから、これと、これと、これが違うっていう4個が違うパターンですよね。これが違う。なので、あのパターンですね。S を使っていくパターンですね。ピントが合ってない気がするんだが大丈夫か。S を使って U' で S で戻すと。はい。イオン処理が終了しました。上に黄色がついてるよというパターンなので、この入れ方で入れていくと。こんな感じ。で、あとは F2L。もう普通に最後、これね、EO の向きが合ってるんで、あとはもう素直に F2L を入れていけば OK と。で、十字の OLL。ここから470何バール GBLL で揃えていくのが、最短手順なんですが、ここはね、私は全然覚えてないので、OLL をやってあげた後に PLL をやってあげるという風に揃えていくといいという感じなんですが、見てくださってる感じ、別に CFOP と変わらないじゃねえかというのはあるんですが、CFOP の最小手順といいますか、というのは、当然 X クロスとかっていうのもあるんですが、クロスを組んで F2L をやって GBLL で揃えるというのが最小の手数なんですよね。それも実際50手とかそれぐらいで揃うっていうのはあるので、結局のところこの APB と比べて同じぐらいなんじゃないのと、さらに言うなら、X クロスとかそういうのでもっともっと手数を少なくできるから、やっぱ CFOP の方が強いんじゃねえかっていうのはあると思うんですが、これの一番いい点っていうのは、まずどうやっても手数は少なくなってしまうということですね。今みたいにかなりここのブロックを作る自由度が高いですし、こことかも見てくださってる通り、別に大して時間もかからないし。で、ここはただの F2L ですし、EO 処理があるとは言っても、3手とか、こんなもんなんで。だから、すごく簡単な解放なんですよね。で、かつ、持ち替えがなくて、ここばっかり使えるっていうのが、私は一番強い点だと思うんですよね。なので、ルーメソッドみたいなのも使うし、ペトリスの解き方の進化系でもあるし、CFOP の知識 F2L も使えるし、こういう L 字型のね、GG メソッドの知識も使えるしという感じで、こう聞くと、すごく大変そうな感じに思うかもしれないんですが、2段目
目だけ APB の解き方で解く。で、あとは OLL と PLL で解いていくというようなやり方でも全然いいような気がするんですよね。で、その際は別にここのエッジの処理をしなくっても、最後の1個の F2L は持ち替えをして入れて、十字の OLL は出てこないんだけど、OLL を回して PLL っていうのでも悪くないと思うんですよ。面白いと思った方はサブスクライブ。ぜひ。なので、ご自身の好きな解き方で解いていくといいと思うんですけれども、ざっくり今みたいな感じです。うまくできましたね。ちょっと想像してたよりもうまくできました。面白いなと思ってちょこちょこ遊んでたんですけれども、こんな感じの解き方があるよというような紹介動画でございました。自分が何の生き物かって自分じゃわからないじゃないですか。やってみないとわかんないんですよ。お魚さんと猫がいたとして、木登りさせたらこの子ドンケツなんですよね。だけどお水に放ったらこの子一等賞なんですよ。 CFOP で解いてる猫さんがいたとして CFOP 向けだったとしたら猫って最高なんですよね。なんだけどその猫さんがあまり向いていない APB とかルーメソッド解いちゃったら多分能力発揮できないんですよ。なので猫さんっていうのは CFOP に向いてるんだったら CFOP で解いた方がいいんですよね。で、逆にCFOP で一生懸命解いてるお魚さんがいたとします。実はお魚さんタイプだったら APB とかルーメソッドとか、例えば GG メソッドとかそっちで解いた方が実はその脳の構造上というかすごいいいというのがあったとしたら、そのお魚タイプの人間って CFOP で解いてると要は限界が来るわけですよね。生きるということは知るということなので、いろいろな解放がありますから、自分にはどういう解放が合ってるのかなっていうのを探してみるのも非常に面白いんじゃないかなと思います。私がそうなんですけど、非常にここのブロック作るの面白いんですよね。もうなんかクロスのここの制限がないので、もうとりあえず例えば今で言うとこの L 字ここだけ作ってしまったらこことここをもうドンドンつって自由に突っ込んでいけるっていうのがすごく楽しくてですね。で、そういうのもこういった手順だよとかっていうのではなく、自分でどんどん作っていって入れていく I 型、基本的には I 型とか、T 型でもいいんですけど、I 型とか T 型をやって作っていって真ん中入れてってみたいなのがすごく楽しかったので、こんなことやってる場合じゃねえんだぜこんなことやってる場合じゃねえんだぜ。いや、最近むちゃくちゃスクエア1が面白くてですね、スクエア1ずっとやってたんですよ。なんだけど、こういう面白い解放があってですね、ちょっと 3×3 も面白いなぁなんて思っていたんですが、こういうね、L パームとかっていうのも覚え方が非常に簡単で、これ単発で動画出そうと思ってるんですけど、私これ回転記号とかではなく、普通にそのビジュアルで覚えてしまったんですが、最後にね、おまけで回しておきます。多分、この30秒か1分ぐらいの動画見ただけで、スクエア1のここの最後の2点交換ですね。この L パームっていうのは多分回せるようになっちゃうと思うので、よかったら見ていってください。まず、ひっくり返して、U プライム。ひっくり返して、D。ひっくり返して、D プライム。ひっくり返して、D。こんな感じ。要は、もう、U プライム。こういうことです。これをやってただけです。D とか D プライムとか。で、これが終わったらひっくり返してあげて、この唇が出てくるんですね。で、この唇のここで切ります。この大きいブロックのここで切ってあげるんですね。上に注目して唇切る。そしたら下に角っちょ3つ出てくるんで、この角っちょの一番左側のところを切ると。ここを切ると。だからビジュアルで覚えてる感じですね。この状態になるので、ここで切ると。ここで切ってあげる。そしたら次に注目するのは上です。上のこのデカ3つを切ってあげると。で、そしたら、この上の切りたいやつ。これ成形とかやってるとわかると思うんですけど、ここね、結構このパーツ切りたいんですよ。これ切りたいんですけど、ここじゃないところを切ると。ここの切りたいところじゃなくて、ここを切ると。切る。で、あとは、下に注目するだけです。今、ここの切れるラインのところに2個ちっちゃいエッジがいるんですね。エッジを隠して元に戻しておしまいです。あとはこの切りたいところにセットしてあげて、ここに薬指がいるのでこの薬指をここまで持ってくるだけです。こういうこと。ひっくり返しておしまいと。簡単ですね。非常に簡単です。こんな感じ。もうね、とにかく楽しくて、今ちょっと成形をね
一生懸命ね、64パターン全部覚えようと思って。これ、皆の知りたい整形を出す手順です。整形の動画って揃える手順しかなくて、出す回転記号とかってなくないですか？全部出しました。めっちゃ大変だった。まあそんな感じでね、こいつが面白いなみたいなのがありながら、いや、面白い解き方があるもんですね。久々にしてはまあまあだな。はい、いかがだったでしょうか。本日は APB という解き方についてご紹介させていただきました。日本ではね、あんまり言われてないような気がするんですが、世界のトップキューバーの方たちは水面下でもう動いていて、こっちのタイプに移行していくとかいろいろやってるかもしれないんですが、こういう面白い解き方があるよと。で、特別上級者向けとかそういうことではなく、今みたいに2段目をクロスと F2L で揃えてるんだけど、APB の揃え方とかで揃えていくっていうので、普通に上を OLL と ELL やっても面白いんじゃねえかというような感じですね。ぜひ皆様も面白いなと思ったらチャレンジをしてみてください。本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。この動画が面白いと思ったらサブスクライブよろしくお願いします。ではでは、まったねー。